球の国全部行く。ここは京都府宇治市ウトロ地区。2021年8月に発生した京都ウトロ放火事件の現場です。京都ウトロ地区は在日コリアンの方々が住む地域で、放火犯は22歳の日本人男性、韓国人に対して敵対感情があったとのことです。なぜこのような事件が起きたのか、京都ウトロ地区の歴史と現状についてお伝えします。2023年5月金曜日の深夜0時、町田駅近くのバスターミナルです。深夜バスを使えば東京から京都まで4000円と格安です。朝7時、京都駅八丈口に到着。京都駅構内にあるつくもうどんのメニューの写真を見てびっくり。カレーうどんが溢れんばかりで表面張力ギリギリ。これは絶対うまいやつですね。ボリューム満点の名物鶏卵カレーうどんは最高です。こちらは京都市建設局の放置自転車防止の広告。自転車とゴリラは同じ大きさ。あなたはゴリラを放置しますか？という斬新な広告にびっくり。京都祇園地区客引き禁止の看板。客引き撲滅標語。イカの刺身はちょっと無理があるかな。近代的な京都駅の構内に圧倒。近鉄京都線に乗って25分。京都府宇治市にある伊勢田駅に到着しました。ウトロ地区は伊勢田駅から徒歩10分のところにあります。一見すると普通の住宅街で、宇治名物の抹茶畑もあって感動。古い食料品店は味があっていいですね。さらに歩くと家の前にゴリラがいてびっくり。大阪西成には金のゴリラがいましたが、関西ではゴリラのオブジェが流行りなのでしょうか。さて、ウトロ51番地の看板が出てきました。この50メートル先からウトロ地区です。ウトロ地区について簡単に説明します。京都府宇治市伊勢田町ウトロ51番地、通称ウトロ地区は、今から80年以上前、戦時中の1940年、日本軍がこの場所に京都飛行場の建設をするため、朝鮮人労働者を集めたのが始まりです。この辺り一帯が朝鮮人労働者の飯場となり、在日コリアン居住地域となったのです。ちなみに、もともとはウト口という地名でしたが、在日コリアンは漢字の口をカタカナのロと読んでウトロと呼ばれるようになりました。1945年、日本の敗戦により工事が中断され、在日コリアンたちは帰国を希望しましたが、朝鮮半島は戦後混乱しており、また日本政府が海外への財産持ち出しを制限したため、そのまま日本に留まる方が多かったようです。ちなみに京都飛行場の予定地は現在では陸上自衛隊大久保駐屯地となっております。戦後の日本は貧しく、ウトロ地区の在日コリアンたちも仕事はないため、貧しい生活を余儀なくされました。こちらは2022年5月に完成したウトロ平和記念館です。日本で生きてきた在日コリアンの歴史、困難を乗り越え、共に歩んできた日韓市民の記憶と思いを未来へつなぐための施設です。入り口付近には当時の木造の飯場が移設してあり、中に入ってみました。当時の写真もあり、半壊しているかのような粗末な家で驚きました。戦後しばらくは上下水道もなく劣悪な環境でした。正面の建物がウトロ平和記念館です。事前に依頼をして特別に写真、動画を撮らせていただきました。ちょうど団体の方が見学に来ていて、ガイドツアーに参加させていただき、ウトロについてより深く理解できました。1階にはお土産コーナーがあり、ウトロのシール、クリアファイル、バッグなどが売られていました。せっかくなのでクリアファイルをお土産に買いました。結構気に入ってます。戦後、在日コリアンの方々は、ウトロの土地所有権がないまま、ウトロに住み続けたため、不法占拠として裁判が行われ、2000年にウトロ住民の敗訴が確定しました。彼らはそれでも諦めず、立ち退き反対運動を続けました。こちらは、立ち退き反対活動の象徴的存在だった在日コリアン一世のキム・クンジャさんの部屋を再現したスペースです。あんた、お腹空いてへんかといつも笑顔で迎えてくれたそうです。この鉄パイプを見てください。今にも潰れそうな木造の家だったので、心配した友人が当時の町内会長さんの工場から鉄パイプを取ってきて柱にしてくれたのだそうです。立ち退き反対運動は次第に大きくなり、ついには韓国政府を動かし、国の財政支援を受けてウトロ地区の一部の土地の買い取りに成功しました。ウトロ地区の東側の赤枠の一帯を買い取り、綺麗な市営住宅
宅を建てて、今では合法的に在日コリアンの方々が住んでおります。2015年、韓国の人気番組、無限朝鮮でロケでウトロ地区に訪れ、韓国国民にもウトロが知れ渡るようになりました。300人近くの犠牲者を出した韓国セウォル号事件で、生存した学生たちが2度もウトロを訪れ、コンテナに似顔絵を描き、平和を訴えました。平和的なムードが広がる中、2021年8月、ウトロ放火事件が起こりました。放火された家は、ウトロ平和記念館から徒歩5分の場所にあります。ここがウトロ広場、セウォル号事件の生存学生たちが描いた似顔絵が印象的です。この広場に面した家、7棟が放火されました。犯人は韓国を憎む22歳の日本人男性。この火災で7棟が焼けて、ウトロ平和記念館に展示予定だった50点もの資料が消失してしまいました。昼間ですが、静まり返っていて、誰もいなくて、ちょっと怖いくらいです。放火事件から約2年経ちますが、住人の所有物は当時のまま置かれています。焼け焦げた柱がむき出しですね。この辺りの土地は買い取りできなかったため、近いうちに家は全て撤去される予定とのことです。新たに家かマンションが建つのでしょう。ウトロ地区の在日コリアンの方々は、新しく建てた市営住宅に住んでおります。もともとは、日本軍の空港建設のために集められた朝鮮の方たちが帰る場所もなくウトロに残り何十年もずっと苦しい思いをしてウトロに住み続けても不法占拠と判決が下され悲惨な状況が長く続きました。土地を買い上げてようやく合法的に住み始めたところこのような放火事件が発生しいつになったらウトロの在日コリアンたちは安心して暮らすことができるのか日本の皆さんにもっと関心を持ってもらい、差別のない社会を作らなくては、と強く思いました。私は韓国の友人がたくさんいて、みんな情に厚く、良い人たちばかりです。日韓それぞれで納得のいかない事件、ニュースなどがありますが、お互いをもっとよく知ることが大切だと思います。それにしても腹が減った。せっかくウトロ地区に来たので、美味しいものが食べたい。ウトロ平和記念館副館長のキムスファンさんに聞いたところ、後輩の方が隣町の小倉で焼肉屋と食材店をやっているのでぜひ、とのことで、電車で一駅隣の小倉駅に到着。小倉駅から徒歩5分。ありました。焼肉開運亭です。時間がなかったので、焼肉屋のお隣の食材店を除くと、カルビ、タン、ホルモンなど、お隣の焼肉店でも扱っている肉は本当に美味しそうでした。キムチ、その他食材がたくさん売られていました。こちらの肉を料理したお弁当をいただけるということで、おすすめの焼肉弁当をオーダー。特別にお店の外で食べさせていただきました。焼きたての肉、チヂミ、キムチと追いキムチ、ナムル、そして大盛りご飯の上には海苔が乗っていてボリューム満点。めちゃくちゃうまいです。サービスでタケノコのキムチもいただき、コリコリしてうまい。さらにサービス品の白菜キムチのヘタを買ったので、お皿に盛って出してもらいました。キムチの切れ端といえどもうまい。こんなにたくさん入って100円って感動ものです。いやーうまかった。最高でした。お隣の店は2023年4月にオープンしたばかりの韓国ファッションの店ダオンです。店長のレイさんがソウルから直輸入した流行りの服を買うことができます。レイさんと話をしてコーディネートしてもらいながら服を選ぶことができますよ。宇治に行ったらぜひ寄ってみてください。せっかく宇治に来たので10円玉のモデルとなっている平等院に行ってみました。極楽浄土を表した平等院鳳凰堂は素晴らしかった。お堂の上の鳳凰像は1万円札のモデルにもなっています。帰りに宇治抹茶の濃厚ソフトクリームをいただきました。抹茶がふんだんに練り込んでいてずっしり濃厚で驚きました。めちゃうまです。最近の日本人は韓国に無関心な人が増えている気がして危惧しております。もっと韓国のことを知らないといけない。久しぶりに韓国に行こうと強く思いました。ウトロ平和記念館の皆様、ご協力どうもありがとうございました。感謝いたします。以上、ご視聴ありがとうございました。